どうも、まがちゃんです。先週金曜日は YouTube を更新できませんでした。座骨神経痛でした。まさに七点抜刀、1週間ベッドの上で過ごしました。では改めて今週は、ドイツとイタリア比較編、お酒の飲み方について。それではスタート。私たちは日本では日本酒三昧だったけど、意外と恋しくならないね。イタリアもドイツもお酒は至る所にあるからね。でもあなたの場合ドイツに長く住んでたから、イタリアとの文化の違いを結構感じるんじゃない？やっぱりイタリアとドイツだとお酒の飲み方が違うと思います。ドイツはどこでも飲むんでしょ？ドイツ人はどこでも飲むけど、仕事帰りに地下鉄とか路面電車とかでも飲んでますね。だから街に酔っ払いも多いんじゃない？もうドイツの方が圧倒的に酔っ払いとかアル中は多いね。朝から酒飲んでる人とかね。結構イタリア人の友達もびっくりしたって言ったからね。ドイツ引っ越したら朝から飲んでる人で。そうだね、街中で街中でね。シュペーティーっていうのもドイツならでは？ドイツもイタリアも日本みたいにコンビニがないので、それに代わる形でシュペーティーって遅くまでやってるっていうお店が街角にあって、そこでお酒とか飲み物とか簡単な軽食とかが買えるところです。あとはサッカーの試合もペイ TV じゃないと見れないチャンピオンズリーグとか、ブンデスリーガとかの試合も放映してたりするんで、そういうところでシュペーティーで安いビール食べてサッカー見に行くっていうのはありますね。イタリアだとそれはミニマーケットみたいなもんかね。違いとしては、ドイツのシュペーティーみたいにお店の周りでお酒飲める座れるとこがあったりっていうのはちょっと少ないかな、ただ買うだけっていう感じだね、あとはイタリアだとお酒を飲むっていうとやっぱりバルやレストラン、お店の中とかお店のテラスとか外でね、そんな感じだよね。飲む量もドイツの方が圧倒的に多い？そうだね、お酒を飲む量はドイツの方が圧倒的に多いかな。やっぱりサッカーの試合とかだと朝から飲むから4リットルぐらい。4リットルすごい、一方でイタリアはやっぱり飲む量は圧倒的に少ないよね。マナーがいいよね。食事前にもアペリティーボ1杯とか、あくまでお食事に合わせてワインとかビールを飲むっていう感じだよね。結婚式も結構違うってイタリアに長く住んでるドイツ人の知り合いが言ってたけど、ドイツだともちろん食事も出るけど、メインはやっぱりお酒を飲む、たくさん飲むっていうのと、その後 DJ に合わせて踊るみたいな、それがメインだよね。ひたすらとにかく食べ続けるっていうのがイタリアスタイルの。死ぬほど食べるぐらい出てくるって言ってたねドイツのビールは種類が多いね。でこれがシュバルツビアと言いまして、黒ビールになります。このポルターっていうところが結構有名で、これがドゥンケルスということで、ダークビール、黒ビールとはまた違って上面発酵のビール、バイツェンビアと言いまして小麦のビールです。あんまり変わんないですこれだからこっちが黒でこっちがダークビールってことで、これがバイツェンビールって言って、本当はこう半楕円形みたいな長いブーツみたいなグラスで飲むんですけど、ミュンヘンで有名な、そうね、バイエルン地方でよく飲まれてますが、このバイエルンのいろんなブランドがあるんですけど、バイツェンビール、小麦のビールっていうのが全国に、広まってます。よくフルーティーって言われるけど、これはそのフルーティーっていうよりは、日本のねビアホールなんかもドイツの方になるとバイツェンビール、小麦のビールって言ったらすぐ飲む、そうだね、ぜひ飲んでみてください。香りが、このタイプ初めて飲む。なんだろう、琥珀。むしろこれの方がちょっと甘みがあるね、一番。甘い。こっちの方がもう香りの時点で強いよね。なんかこうちょっと焦げてるような、焦げてるっていうか、香ばしい。これは食事と合わせる系っていうイメージ。こっちはちょっとキャラメリゼしたみたいな、ちょっと甘みの。次はヘレスとピルスナーの飲み比べです。色は似てるね。こっちがまだピルスね。こっちヘレスね。ヘレス。ヘレスっていうのは明るいとか、英語で言うとブライトみたいな感じですね。確かにラガービール、ピルスナーと比べるとちょっと明るいかもしれない。白ワインみたいな。だからヘレスっていうのは
日本では本当にマイクロブリュワリーとかじゃないとやってないはずなので、もうこちらラレベルがもうこれはもう全国区ですね。全国区。ラガービールってことは日本でもおなじみのそうそうそう、普通の日本のビールと同じ。一番白い。そうそうそう。なので今度はね、ピルスナーっていうかこういうラガータイプを飲み始めたらね、いっぱいドイツにはあるので比較するのも大変なぐらい。それでは次はイタリアのビールの飲み比べをします。こちらからペローニ、イクヌサ、ラッフォ、メッシーナ、そしてモレッティとなってます。色が見ての通り。このイクヌサのノンフィルトラータ、ムロカっていう意味ですけど、これだけちょっと色が濃いですね。あとはでも全部いわゆるラガータイプって感じですね。まずはラッフォいきましょう。ラッフォ。すごいすっきり。ほんとすっきりラガーでね、ライトな感じの。この中でも比較的全国区になったのが遅いビールらしくて、プーリア州、イタリア半島の南アドリア海の方にどちらかというとクロアチアとかあっちの方面の。次はですね、メッシーナ行ってみましょう。最後にコクが残るって感じですね。こっちの方が好きだ。このメッシーナなんですけれども、シチリアの、代表的なビールで、メッシーナという大きな町で、その町の代表的なビールです。イクヌサ行ってみましょうか。このイクヌサ、ムロカのビールです。これもしょっちゅう飲んでるんで、もうイタリアに来てお気に入りのビールです。でこのイクヌサなんですけれども、今度はサルデーニャ島を代表するビール。メロンニはもう一番飲んでるね。もうこれは飲みやすいし、スタンダードなビール。そうそう、すごいスタンダード。ペローニなんですけれども、イタリアを代表する全国区のビールですが、2016年からなんと、アサヒビールグループに属してまして、なんか今年は9月から特別販売ということで、この赤じゃなくてブルーラベルのやつが日本でも限定販売されてました。はい、最後モレッティです。この、田舎紳士みたいな方の、緑のスーツが印象的なんですけれども、飲んでいいですか？ペローニよりちょっと苦みがある感じ。こうやってイタリアの大手メーカーのビールは基本的にラガービールが多いけれど、最近はやっぱりイタリアでもこうクラフトビールが増えてきていて、IPA とか日本でもね流行ってるけど、そういうクラフトビールって言われているいろんな作り方タイプのビールを、作ってる小さい醸造会社が増えてきているので、やっぱりワインの生産世界一なんてどうしてもイタリアはワインに押されちゃうんですけど、でも味はドイツビールに全然負けないと思います。今日はイタリアとドイツのビールの比較、それからお酒の飲み方について、ご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。次週は世界最大級のチョコレートフェスティバル in ペルージャをお届けします。それではチャオチャオ。